どうも、プラシキです。今日は機動戦士ガンダム逆襲のシャアに登場するヤクト動画ギュネイガス専用機を作っていきたいと思います。発売日は2007年10月20日発売、販売価格は2420円です。それでは早速内容物チェックに移ります。1、2、3、4、5。内袋は5袋です。そしてこちらの袋を数え忘れていました。ランナー数1、2、3、4、5、6、7、8、9、ポリキャップ、ホイールシール、説明書。ランナーはすべてヤクト動画の新規ランナーになっています。こちら A ランナーは色プラのランナーになりますね。この黄色い部分の色はよく見るとラメがかったような成型色の仕上がりになっています。そしてこちらの外装系のパーツもラメが若干入ったような塗装の成型色になっています。こちらの武装関係やバックパックなどのパーツもラメが入ったような成型色の仕上がりになっています。この3枚のランナーは素材が ABS 素材になっています。モールドもかなり細かくは入ってはいるんですが、全塗装する方はこちら ABS 素材なので一手間加える必要がありそうです。やはり昔のキットなのでまだ素材に ABS が使われていますね。ビームサーベルは長いものと短いものが付属しています。ホイールシールは非常にシンプルなシールとなっていますね。軟質クリア棒もこのように付属をしています。続いて説明書。説明書はカラーと白黒の説明書になっています。そこまで内容も多くなくページ数も少ない作りになっています。そして設定資料やポージングの資料も中に記載がありますね。新規ランナーを使用しているため余剰パーツはポリキャップのみに発生するようになっています。さあ行くぞ。パーツを2度切りしてみました。パーツ自体はそこまで多くはないと思います。それでは早速組み立てていこうと思います。まずは胴体パーツからの組み立て。結構シンプルな構成になっていて、サクサクとパーツを組み合わせていく、そういった作りになっていました。そしてこの位置に動力パイプを差し込みます。そしてこちらのパーツは色分けで分割されています。この脇部分のパーツも色分けでパーツ分割されています。このようにフロントのパーツを差し込んだら胴体パーツの完成になります。シンプルな作りになっています。合わせ目ですがパーツ分割でほぼ出ないんですが、この首周りに少しだけ見えるんですけど、これ頭部パーツが入るので多分目立たないと思います。サイドの方はダウン落ちモールドになっていて、下部分には合わせ目出ますが、こちらも足部分と接続するので目立たないと思います。続いて頭部パーツの組み立てです。頭部パーツも少ないパーツで構成されています。こちら物合いの部分にはシールを貼っています。そしてアンテナ部分を差し込みます。物合いはこのように左右に動くギミックが搭載をされています。そしてこの特徴的なマスクを上からかぶせ、頭部パーツ完成です。頭部パーツの合わせ目はこのフロントマスクの部分に合わせ目というか接合部が少し出るぐらいで、他は全く合わせ目の方は出ないようになっています。続いて腕パーツの組み立てです。こちらは前後で挟み込む作りになっています。少しこのパーツは硬かったですね。しっかり作らないとパーツが入りません。そして上腕部は一体成形のパーツを差し込み、そしてこちらの方に動力パイプの方をはめ込みます。こちらのパーツも分割で構成。こちら前腕部の方のパーツも分割で構成がされています。そしてこちら肩部分のパーツも前後はめ合わせで構成。こちらにスラスターの方を差し込みます。
肩アーマーは一体成形となっているパーツになっていて、こちらに先ほどの肩部分のパーツを差し込み、そして腕の部分を軸で差し込みます。マニピュレーターは2パーツで構成されているシンプルなものになっています。こちら手の甲のパーツをつけてマニピュレーターの完成です。こちらをボールジョイントで腕部分に差し込みます。このファンネルポートシールドは2パーツでシンプルな構成になっています。そしてファンネルのパーツをこの位置に差し込みます。そして腕部分とボールジョイントでがっちりとはめ込みます。これかなりしっかりとはまります。腕パーツの可動域ですが、このように上腕部が360度回転します。肘部分はこの位置まで稼働します。そしてマニピュレーターはボールジョイントのため360度回転します。肩アーマーの部分ですが、このように稼働しますが、ファンネルポートシールドがつくので動きは制限されます。腕パーツの合わせ目ですが、片面の裏面に少し合わせ目が出ます。肘の部分も若干出ますが、そこまで目立ちません。それ以外はパーツ分割によって合わせ目が極力出ないような作りになっています。この辺りはしっかりと作り込まれていますね。すごいと思います。それでは胴体パーツの方に腕パーツを取り付けしていきたいと思います。腕パーツはこのように軸部分にポリキャップでジョイント、そして取り付けた際の可動域に関してですが、このように水平方向はある程度までは可動域が確保されています。そして前方への可動域ですが、ある程度このように稼働します。そして軸ジョイントなので腕は360度回ります。それでは頭部パーツを取り付けます。ボールジョイントでの取り付け、そして可動域ですが、頭部パーツはこのように360度頭の方は回すことが可能です。前後ですが、このように上下のスイング幅というのはかなり可動域を設けられています。それでは足パーツを組み立てていきます。足のパーツは先端にパーツを組み込み、そしてこちらのパーツを上下ではめ込みます。そして色分けされたパーツも上下ではめ込み、そしてこちら足の内部のパーツになっています。こちらも前後はめ込みのパーツ、そして先ほど作ったパーツを上からはめ込みます。カチッとポリキャップではまります。そしてこちらすねの部分のパーツですね。こちらもシンプルな構成、前後はめ合わせで作られています。太もも部分は色分けのパーツを前後で挟み込む作りになっています。こちらもシンプルな構成ですね。そしてこちらすね部分はスラスターを内側のパーツに取り付けます。こちらを先ほどの部分とジョイント、こちらも前後でパーツのはめ合わせで構成がされています。全体的にシンプルな作りになっていますね。そして太もも上部の部分にパーツをかぶせます。こちらの色分けパーツを前からはめ込み、カチッとはまります。かなりシンプルですね。そして先ほど作った足のパーツをボールジョイントで接続、これで脚部パーツの完成になります。脚部の可動域ですが、このように膝はこの位置まで可動域が設けられています。そして足部分ですが、このように前後にボールジョイントで可動域があります。左右へはご覧の通り稼働します。まずまずの可動域だと思います。脚部の合わせ目ですが、このように太ももの部分に合わせ目が出ます。こちら深い段落ちモールドにはなっていませんが、若干合わせ目が目立ちます。そして膝部分にも合わせ目が出るようになっています。背面は段落ちモールド化の処理がされていますね。膝部分ですが、膝部分はパーツのはめ合わせのため合わせ目が少し出ていますね。
そして足の部分ですが、裏面の内部パーツの部分に若干合わせ目が出ています。前方の部分も同じく合わせ目が少し出てしまっています。そして内側ですが、肉抜きは足裏はありません。裏面の部分にモールドが若干刻まれているようになっています。続いて腰パーツの組み立て。腰パーツはこのように軸の部分を前後ではめ合わせます。そしてリアスカートに動力パイプを取り付け、そして先ほどのパーツと軸ではめ合わせます。そしてフロントスカート、こちらも同じように軸ではめ込みます。そしてこちらは色分けされたパーツをはめ込み、そして下の部分にも色分けされたパーツをはめ込みます。下穴の部分にはカバーがついているのでこのように隠れます。そしてこちらサイドスカートにスラスターを取り付け、そしてヒートナイフ付きビームサーベルのパーツをこの位置に収納ができるようになっています。上からカバーをしてサイドスカートの完成です。こちらサイドスカートは左のサイドスカートにのみパーツ収納があります。サイドスカートをポリキャップの位置へジョイントして腰アーマーの完成になります。こちら合わせ目ですが上部に出ますが胴体と接続するため目立たないと思います。下部の方にも合わせ目らしきものはあるんですがこちらも隠れるため基本は目立たないでしょう。そしてスカート内部のモールドですが裏打ちでモールドが若干刻まれています。それぞれの方にこのようにモールドがありますね。それでは脚部パーツを取り付けていきたいと思います。脚部パーツの水平位置の可動域ですがこのくらいの位置までは上げることができます。そこまで可動域はないですね。前後に関してはフロントスカートが上がる位置までは足が上がります。リア部分に関してはリアスカート固定のためこの位置までしか上がりません。太ももの接続部分ですがこのように可動域が設けられていますがそこまでこちらも可動域はありません。そしてサイドスカート、フロントスカートは稼働します。リアスカートは固定ですね。それでは胴体パーツと接続したいと思います。こちらは軸での接続。このようにひねる動作に関しては360度回転をします。左右は全く動きません。前後も軸ジョイントのため全く動かないような感じになっています。こちらバックパックは前後はめ合わせで構成されています。シンプルな作りになっています。こちらの位置にバーニアを取り付け、下部もポリキャップにバーニアを取り付けます。非常にシンプルな作りですね。合わせ目はモナカ構造のため前後左右に合わせ目がどうしても出てしまいます。こちらのバーニアは少し可動域があります。でバックパックを2穴で本体にジョイントします。これでヤクト動画本体の完成です。最後に武装パーツを作ります。こちら本来は説明書通りだと頭部パーツの後に来るんですが今回は最後に持ってきています。このビームアサルトライフルですがシンプルな作りになっていてそれぞれのパーツをモナカ構造で作ったものに合わせていきます。合わせ目ですがモナカ構造になっているためこのように上部そして下部の方にも合わせ目がどうしても出てしまいます。段落ちモールド化などはされていません。こちらシールドは3パーツ構成のシンプルな作りになっています。前と後ろにパーツをはめ込んで完成になります。非常にシンプルな作りになっています。ビームサーベルは2種類選択式になっています。こちらをこのように差し込んでヒートナイフを前面に差し込んでサーベルの完成になります。
そして軟質クリア棒はこのように少しゆっくりと時間をかけて成形をしていきましょう。このようになります。軟質クリア棒でこのようにファンネルの展開状況を再現できます。これで武装パーツすべて完成です。ヤクト動画完成しました。どうでしょう、このフォルム。個人的にはかなり好みのフォルムをしています。逆シャ時代の機体なので少し大きめな機体になっていますね。マッシブな感じがたまりません。プロポーションなどはかなり出来がいい方の部類に入るんじゃないかなと思っています。すごくどっしりとした感じが印象的でした。ヒートナイフ付きビームサーベルを装備させてみました。これもかっこいいですね。ビームアサルトライフルを構えたポーズも様になっています。ファンネルを展開。このように軟質クリア棒で再現できるのはすごくいいですね。正面からこちらもかなりかっこいい感じになっています。後ろ姿もどっしりと構えていい感じになっていますね。このように立ち姿だけで様になります。このキットかなりかっこいいと思います。皆さんいかがだったでしょうか。今回このヤクト動画を作って思ったのが、14年も前のキットにしては合わせ目も少ない上にとても作りやすい、そんなキットになっていました。シンプルながらプロポーションも完璧に近いんじゃないかなと思います。スラスター内部やダクト部分などもちろん色味が足りないのと ABS 素材が使われている箇所もあるんで、塗装する方は若干の手間がありますが、それでも色分けも優秀な部類でサクサクと作れてかなり楽しいキットになっていました。素組み派の方は特に塗り分けしなくてもかなり劇中の再現がされているのでおすすめです。なんかクエス焼きも作りたくなりました。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。